ごきげんよう。日本画家の諸星美希です。はい、最近ですね、私はちょっとこっそり料理を頑張っています。ちょっと年齢もいってきて、体のことも考えて、ちょっと、移動も多いんですけれど、家にいる日はなるだけ料理をするようにしていますが、ちょっと一か八か的なところがあるんですよ、私の料理ね。そんなに家事が得意じゃないので、なんですが、誰かに食べさせるのにちょっとね、試作で作るとか、試しにちょっとやってみるみたいなことは全くなくって、ただ若い頃にちょっとお菓子を作ったことがあって、その時はさすがにね、試作を作ってみんなに持っていくみたいなことをね、ちょっとね、してましたね。なんで今日はこんな話はどうでしょうというのをちょっと用意してみました。その前に自己紹介をさせてください。私は日展会員の日本画家です。日頃は動物画を描いております。大阪芸術大学の日本画コースで客員教授をいたしております。もしこのチャンネルがいいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そうなんですよ。試作です。はい。お菓子はね、試作をするって言ってたんですけど、実は日本画もよく試作をしていて、こんな、小さな、こんなファイルに、ちょっと試作をね、ファイルして、大阪芸大の学生たちにちょっと見せたりするので、その中のちょっと一部を、ちょっと皆さんに今日は日本画のなんていうんですかね、マチエールに使えそうな試作をちょっとチラ見せで皆さんにお見せしようかと思って持ってきています。ちょっと開けますね。はい。そうですね。最初に皆さんに目にかけようと思うのは、金泥とか、なんか、泥とかね、ありますよね。それと、白との対比って色が結構違うじゃないですか。あれので、ちょっとマスキングなんかでね、できる、ものをちょっとね、試作で、こんなものをね、ちょっと作ったりしていて、こっちはね、白で、こっち側3本が例でね、やったものなんですけれど、もうまっすぐね、線を引くのって大変ですけれど、こういうふうに、マスキングをね、使えば、綺麗にパシッとね、線が、白でも、例でもできるということですね。もっとほら、高度な技術だったら、切り金というね、技術がありますけれど、それはほら、仏師の方とかがね、本当に綺麗な仏像に文様なんかをね、白を綺麗に貼る、技法がありますよね。そういうことはなかなか、絵描きではちょっとなかなか難しかったりするので、こういうのもね、ありかななんて思って、ちょっと試しにね、作ってみました。ね、なんかもう輝きが全然違うでしょ。ここまでは金箔なのに、ね、こっちはね、金で、青で、こっちはシルバーですね。銀でなんで、はい、デーとね、全然違うっていうことで、はい、こんなの作ってみたりですとか、次は、はい、下地を塗って、これ銀なんですよね。なんか見づらいですかね。どうでしょうかね。結構反射すると思いますね。白は四角じゃないですか。ね、白足を出さないね、押し方っていうことで、これもちょっと試しにやったんです。ね、なんかこれは、私が大学時代に、お習いしてた大学の先生が、ちょっとこういう技法をお持ちだったので、特別にね、教えてもらったのを、今、学生たちにもね、ちょっと興味がある子には教えたりしています。いずれ、またね、こういう、なんていうんですかね、ちょっといろんなことをね、コンテンツにして皆さんにもね、提供したいと思っているので、はい、これもね、魅力的な画面になります。かつて、日展の作品に
こういうね技法でね1点だけなんですけど、箔を使った作品って1点しか私にないんですけど、これもねちょっと使いました。はい、それですとか、あとは黒箔と銅箔の砂ごまきっていうことでね、ちょっと渋い画面がねできたりするんですよね。砂ごもちょっと工芸的な感じになったりもしがちですけれど、なんとか絵画にね取り入れないかっていうことでね、ちょっとこれやってみた施策でした。はい。あとは皆さんもやったことありますかね。こう裏見るとわかるんですよね。もみ紙ね。はい。これはもみ紙をして薄墨も引いたりなんかして、ちょっとねいろいろ試行錯誤したものなんですよね。はい。あとは紙のね型押しをしたものね、実際には私もこれは今でもよくやる技法ですけれど、この上にまたね絵の具をかけたりなんかするといい感じのねシャドウになって面白いことができます。はい。それですとか、これもねもみ紙をして金箔のもみ紙なんですけれど、ちょっとね馴染んだような感じになりますよね。もみ紙をして箔をっていうのもね面白いね味が出ますよね。はい。これももみ紙をして、これ銀ですね。銀を焼いたものですね。で、薄墨も引いてるかな。はい。またね、こういうのも、またコンテンツでね、細かくね、やっていきたいなというふうに思うんです。はい。次は銅箔をね、焼くっていうことで、こういうふうに、銅はね、割とね、黒っぽく変化しますよね。今、私が教えてる1回生がね、今、箔を使った制作なんかをね教えてたりするので、みんな面白いことをね結構やってくれるので、私もね勉強になってます。はい、そうですね。じゃあはい、これですね、問題なのはこれはね銅箔とモデリングペースト、雲肌マシの上にこういうことをやってみたんですよね。学生時代に一回これも画面でやったことあるんですよね。でも見てください、ほらちょっと剥がれてきたりするんですよ。やっぱり材料的に無理が来てるんでしょうね。その時は結構保って大丈夫なんですけど、後々やっぱり異素材のものっていうのはやっぱりこう歴史的にもあんまりこう確証がないものなので、やっぱりどうしてもこういうことになるんですよね。で、やっぱりこういうことを学生時代に試したので、今はだからこういうものとは全部決別して、日本画の純粋な材料にこだわって作品を制作するっていう方に軸足を置きましたね。なんで、いろいろね、やってみないとわからないっていうところがあってですね。やっぱり、これを否定してるわけではないんですけれど、私はこれをもうやってみて自分がダメだなって感じたので、これは私はやらないっていうだけです。だから皆さんの中にはこの表現が合っている人もいますのでね、そこら辺はまた上手にやられたら、またね、コメント欄とかに教えていただきたいなっていうふうに思います。ただ、私はどうしても薄塗りのやっぱり表現でいきたいなっていうこととかですね。あとは細かい番手の岩絵の具を割と多用するので、こういうのにはちょっと、なんか向いてないのかな。それはね、これはね、自分でちょっと戒めにとってあるマチエールなんです。だから学生時代から割とそういうことをやっていろいろね試してます。今ね、大阪芸大の学生もねたくさんね試してるんですよ。ね、それを見ると自分の学生時代思い出します。なんかいいですね。なんかそういうマチエールのでも新しい発見があるとね、私もね一緒になって学生たちとね、こうやればよかったねなんて言って研究室のね話題になりますね。
皆さんもね、ぜひね、いろんなものを試されて、何かにこうファイルしてね、取っておかれると、また次に何かやるっていう時にね、それが参考になったりしますので、私はやり方なんかも隣に一緒にファイルしてあるんです。レシピっていうかね。料理なんて全然試さないのに、日本語だけはこんなに試すのかとね、思いますよね。分量とかいろいろも細かくね、実は全部書いてあるんですよ。また、人間だって忘れちゃうじゃないですか。ちょっとしたことでね。なんで、それで記録という意味でも、いいですかね。そういうことをすると。全部を全部今の自分の制作には使ってないこともありますけど、でもね、何らかのこういう表現したいなって思った時の引き出しっていうんですかね、そういうのは大事かもしれませんね。ぜひコメント欄ぜひ活用してこういうことをやってますみたいなことをね、またね教えてください。またいいねもいただいたら嬉しいです。はい、じゃあ今日はこの辺りにいたしますか。それではまた。